皆さんこんにちは、おちょさんです。今日は Z33 の、ディスクローターの交換に挑戦します。特にリアのローターがもうだいぶ減ってしまっているような状態でございます。で、今までのね私の整備の動画を見ていただいている視聴者さんの中でも結構ローター段がついちゃってるよ、減っちゃってるよっていうコメントを気づいていただいて送っていただいている方も多くてですね、そういったような経緯がありますので、ローターの方をですね交換していきたいと思います。で、今現状よく見てみるとこんな感じになってます。もうだいぶ段がついちゃってますね。減ってしまっているような状態です。フロントの方はまだそんなでもないんですけど、特にリアの方がねもうだいぶ減ってしまっているので、今回はフロントもリアも両方交換するんですけれども、この機会に新しいディスクローターにしたいと思います。それで今回交換するのがこちらになります。じゃじゃん。ディクセルの、ブレーキディスクローターということで、今これちょっとリア用しか持ってきてないんですけれども、フロントも同じものを交換します。ちょっと開けてみますか。はい、フロントの品番も後でお見せするんですけれども、こちらは今リア用の品番になります。で、Z33 の、ブレンボ装着用の、ディスクローターになっていますので、ご注意の方をお願いします。ブレンボがついてるものはこの品番で大丈夫なんですけども、Z33 ブレンボがついてないタイプもありますので、そこだけ注意が必要です。こちらの品番になっています。それではちょっと開けてみましょうか。じゃじゃん。よいしょ。おお、重い。はい、こんな感じになっております。まず今までのローターとパッと見で違うところは、ここにローターの部分にスリットが入っていることですね。ここが一番大きな違いかなと思います。で、今回このディクセルのブレーキパッドを選んだ理由なんですけれども、まず、焼きが入っているので熱耐性にすごく強いということ、つまり、私も結構前からサーキットとかドリフトとかに今後挑戦していきたいっていうふうに動画でも言っていると思うんですけれども、それに適したパッドなのかな、パッドじゃない、ごめんなさい、ローターなのかなと思います。それから、先ほども言ったようにローターの部分にスリットが入っていますね。なので、まず見た目的にねスポーティーでかっこいいっていうのもありますけれども、このスリットが入っていることによって制動力がアップしているっていうことと、それからディクセルの、ローターとてもコスパがいい、安くてコスパがいいので、最初の取っかかりとしてはすごくいいのかなと思いましたので、こちらのディクセルのブレーキパッドの方を購入してみました。それではディスクローター交換やっていきます。最初にオープニングで右側のディスクローター紹介したと思うんですけど、やっぱり左側も段がついててもう減ってしまっていますね。そうしたら今からキャリパーを取っていくんですけれども、最初にパッドを取ってですね、キャリパーを取りやすくしたいと思います。ありゃ、取れない。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こっちが外側。よいしょ。こっちが内側。何ミリだった？ 19 だった。
リアのディスクローターが取れました。これもめちゃめちゃ重いです。今から新しいディスクローターをつけるんですけれども、こういったものが中に入ってまして、6本スリットディスクの場合は、タイヤの回転方向がこっちの場合はこのスリットのこうシュッと上になってる方が回転方向の方に行くように、つけるようですね。で、これは、右側のつけた場合の水車の回転方向なので、今ちょっと左側やってるのでこれの逆ですね。回転方向がこっちなのでスリットの上になってる方が、こっち向き回転方向に行くようにつけるみたいなので、これと同じようにつけていきたいと思います。そうなるとこれが新しいディスクローターなんですけれども、タイヤがこういう風に動くので、ここのスリットの部分が回転方向に、のこっち側を向くようにつける感じなので、これで合ってるみたいですね。はい、それでは取り付けをしていきたいと思います。よいしょ。はい、はまりました。めっちゃかっこいいですね。これいい感じですね。かっこいい。ちょっと今までのと比べてみましょう。はい、これが古いブレーキディスクローターです。やっぱりめちゃめちゃかっこいいですね。こう比べてみるとなんかやっぱスリットが入ってる方がスポーツカーって感じがすごいしますね。かっこいい。いいですね。そしたら、リアのキャリパーを戻していきたいと思います。よいしょ。よし、これでリアの取り付けは OK です。それではフロントも、パッドを外してからキャリパーを外していきたいと思います。お、どこ行っちゃった。あった。硬。よいしょ。
取れた。よし、取れました。そうしたら今からキャリパーを外していくんですけれども、このキャリパーの裏側にブレーキホースがこれですねがあるんですけど、ここに圧力とかが力がかかっちゃうと折れちゃう危険性があるので、このプレート外したらちょっとフリーになるので、この今ごめんなさいちょっとネジ外しちゃったんですけど、ここに2本こんな感じのネジが2本止まっていたので、これを外してキャリパーのボルトを外して取っていきたいと思います。すごい硬いな。そしたらキャリパーを外したので、ブレーキホースの、管が、圧力かからないような感じで、ちょっと S 字フック使ってこんな感じで今固定してます。そしたらローターを外したいと思います。はい、フロントのディスクローターが取れました。こんな感じです。こちらもめっちゃ重いです。はい、Z33 のブレーキディスクローターの、交換が、終了しました。お疲れ様でした。ディクセルのね新しいディスクローターにですね交換の方が完了しましたので、制動力と熱耐性と、それから見た目もかっこよくなってですね、これからさらにサーキットとかドリフトとかやった時に、いい効果を出してくれるんじゃないでしょうか。で作業自体をですね、外して、そしてつけるだけだったので、ちょっと気を使ったのが、キャリパーの後ろのこのブレーキホスとかが硬いというか、圧力かけてパキッて折れちゃうと怖いので、それが力かかんないようにちょっと気使ったぐらいで、基本的にはそんなに難しいことはなく終わりました。ただローターが結構重いのでね、取り扱いがちょっと注意するぐらいだったかなと思います。あとタイヤつけて終わりになりますので、ちょっと今回はここで締めさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いなと思っていただいた方はぜひ
チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それから、各種 SNS も、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。イエイ。